着しました。あのバスで着いたんですけど、今2時35分なので素晴らしい時間通りに着いてます。ここがビエンチェンです。私のホテルまでは歩いて4分と地図で出てきたので歩いていきます。バスなんですけどミニバンじゃなかったので大きいバスで乗り心地はまあまあでした。そんなに揺れなかったし、しかし最初に冷房ついてるんですけど、なんか前の方の席でなんか水が上から漏れてきたらしくて、最初は止まんなかったんですけど5、6分したら止まったのでなんとか落ち着きました。冷房あんまり効かなかったのでちょっと暑かったですけど、まあ乗ってる時間2時間ちょっとだったので大丈夫でした。いやー、ラオスの首都に来ましたよ。ラオスの首都でもここも暑いです。さあホテルはどんなとこでしょうね。これから3泊します。着きました。ここです。ビエンテンルービーホテルと言います。あ、プールがある。チェックインしました。部屋こんな感じです。いいですね。よかった。窓があるから明るいです。そして机もあって、向こうにテーブルがあって手前に兄弟があります。ここにはいろいろ服が結構置けるではないか。そしてトイレはまあゴミ箱がなぜない。すごい、こういうシャワーになっている。使えるかな。ラオスっぽい絵が飾ってあります。落ち着いたのでこれから街散策しに行きます。ここになんかレストランあるけどフランス語だ。フランス語ですね。ピザとかスパゲティとか、はい、洋食です。では行ってみましょう。こんなところにベルギービールレストランがあります。日本語でも書いてある。川沿いの隣のナイトマーケットがある公園に面している道を歩いてます。公園を歩いてみます。ここナイトマーケットが行われる模様です。まだ開いてない。みんななんかぼちぼち準備し始めてるって感じかな。暑いな。暑いもんね。日本語発見。今このナイトマーケットのところずっと歩いてるんですけど、すごいでかい。今洋服屋さんとか雑貨屋さんのセクションにいるんだと思います。これは夜来るの楽しみですね。すごいですね。ナイトマーケットの前にはあんなに ATM が並んでいる。そして向かい側にはトイレもありました。お金払って入るところ。このルーフトップバーからのサンセットが綺麗だというので来てみました。早めに。今5時ちょっと過ぎ。久しぶりに普通のトイレ見ました。見てください。ありえない。ホテル以外で。そしてなんとペーパータオルがある。感動です。5時にオープンなんですけど、もう今6時ちょっと過ぎで満席でした。よかった。綺麗なの見れて。というわけで私はこれからナイトマーケットに行きます。バー出てきたらすっかり夜になってます。涼しい。ワンビエンとは全然違う。ルアンパバーンとも違う。ラオス地によって全然違うのでいろいろ行くの面白いです。寺院ライトアップしてる。ちょっと入ってみます。素敵。私がさっき言ったティプシーエレファントのバーはあそこです。10階でした。ぜひビエンチャンに来たら行ってください。サンセットも夜景も綺麗です。トイレも綺麗です。すごいな、ゴミ。はい、ではナイトマーケット入ります。食べ物はないのかな。こっちに行ってみよう。服、雑貨。ここにいっぱいブレスレット売ってたので13,000円キープで買いました。1個かわいい。この辺多分さっきお店が開く前に通ったところです。こうやって変わりましたよ。
ここが一番端っこのようなので戻ります。だいたい同じようなものが売っているんですけど、値段が書いてあるから他の場所よりは分かりやすい。 T シャツとかだいたい25,000キープとか35,000キープ、2ドルとか3ドルです。安いね。ほら、このタオルも1ドル50セントぐらいです。そう、ラオス物価安いんですけど、調べたらお給料も安いそうです。人によってもちろん職種によって違うと思うんですけど、平均的には月に2、300ドルだそうです。多分ショッピングセンターとかがないので、このナイトマーケットがショッピングセンター代わりになってるような気がします。売ってるもの見たら本当そうですもんね。すごいマニキュアもやってる。そう、ここにちゃんと綺麗そうなトイレがあります。今ここでフェイスマスク買いました。思ったんですけど、靴とか毎日並べるの大変よね。道路を越えると何があるんだろう。あそこではズンバやってますよ、ズンバ。そしてあっちは暗いんですけど、メコン川です。端っこまで来ました。とりあえず端から端まで歩きました。向こうは屋台街のようです。ちょっと行ってみる。ナイトマーケットの向かいで食べ物やってる。すごいな。イカとかもある。今あそこで見たのでこれ頼んでみました。2万キープずつ。イカも美味しそうなので今あそこでイカを焼いてもらってます。ですね、これがなんだかわからない。食べたんですけどレバーっぽいじゃないですか。見て、私レバー食べれないけどレバーじゃない。これなんだかよくわからない謎の食べ物です。さっきのイカこういう形になりました。なんかかけたんだね。はい、では食べてみましょう。これイカめちゃくちゃ柔らかくて美味しい。イカだけだと味ないので、なんか上にかかってるソースめちゃ辛い。でもこれちょっとこれマジに美味しいです。また食べに行きたい。食べました。美味しかったです。ごちそうさま。ミニマートおにぎり売ってる。おはようございます。今朝の10時15分ぐらいです。今日はビエンチャンで最初に来たのはタートルアンです。寺院なんですけど、街からは多分歩くと3、40分かかるので、今オートバイで来ました。ここはウーバーはないんですけど、ロカというアプリがあって、オートバイをウーバーみたいに頼めて来ました。47,000キープぐらいだよって出たんですけど、アプリにはなんと来たら38,000キープでした。なので4万キープお兄ちゃんにあげました。この前に今見えている黄金の建物は1560年にビエンチャンが首都になった時に建てられたものだそうです。高さは45メートル、仏様の骨収められているそうです。それでは入ってみましょう。入場料は外国人は3万キープ、ラオの人は5000キープです。この寺院なんですけど、この仏塔の周り歩くしかできないです。もう一つのゲートから出てきました。こっちが正面の入り口で、こういう銅像が立っています。そして真正面が今3万キープ払って入った仏塔で、こっちの右側が南の寺院で、こっちには北の寺院があります。南の寺院で声が聞こえるので行ってみます。南の寺院はこれが有名だそうです。安らかに仏様眠ってます。でも目開けてる。ここにも仏様、キンキラキンの仏様がたくさんいます。こっちは多分北の寺院だと思います。
カゴぶら下げてる人、何売ってんのかと思ったらスズメです。なぜ？それではこのターンルアムのあたりよく見たので、これからまたオートバイをハイヤーして今度は凱旋門に似たところを見に行きたいと思います。ちなみにここめちゃくちゃ駐車場大きいです。オートバイにピックアップしてもらおうと思ったらこっち側には来れないそうなので、一回この敷地内から出ます。オートバイ頼んだと思ったら車が来てしまいました。半分の距離でオートバイと同じ値段取られました。冷房効いてて涼しかったから良かったし、これで空港にも行けるということが分かったので良かったです。ちょうど後ろに見えるのがビエンチェンの凱旋門です。前の噴水も夜になるとライトアップされるようです。はい、また外国人3万キープです。ではここから上に登ります。では登っていきます。すごい、ここ壁に落書きするなって書いてあります。上に行くまでこの凱旋門の説明とか博物館みたいになってます。上まで来ました。ここから次に行きたい寺院まで歩いて15分ぐらいなので、この通りずっとさっき上から見た通りなんですけど、まっすぐ歩きます。なんか制服を着た女子高生みたいな子たちがこっち歩いてくる。ちょうど学校が終わった時間のようです。学校の横には図書館があります。この立派な建物はジャパンバンクラオと書いています。日本銀行だ。見つけた。私のお気に入りのコーヒー屋さん、ここにもありました。やだ、出ようと思ったらすごい降ってきました。というわけでこのコーヒーショップで雨宿りです。止んだようなので出てきましたが、まだなんとなく降っている。この雲は危ない。通りをずっと歩いて突き当たったところにラオスのホワイトハウスあります。プレジデンシャルパレスです。あれワットシーサケートに来ました。ここは、建てられた当時そのまま寺が残っているので有名です。多分入場料を払う。ここだ。はい、ここも外国人3万キープです。多いな、3万キープ。まずは周りからこう歩いていきたいと思います。すごい仏様がいっぱい並んでます。仏像がこうやって飾られてるんですけど、この後ろに小さい穴があるんですよ。でこの小さい穴に2つずつ仏像が飾られてます。本堂の中にも外と同じように小さい穴があって、そこに2つずつ仏像がありました。中のは確かなんか200いくつあったんだと思います。なかなか素敵な本堂でした。このお寺、本堂の周りのガーデンも素敵です。ほら見てください。これスイカの形とテーブルと椅子、かわいい。ついでなので向かいにあるこの博物館に行こうと思います。また3万キープ払って入りました。ここです。ここでハガキ出せますよ。フォーパケオの中に入ってみます。ここは昔エメラルドの
仏様が安置されてたそうなんですけれども、なんか盗まれちゃって今はないのかな。今ワットシーム湾に向かってるんですけれども、そろそろ近づいてきました。このワットシーム湾は参詣に来る人が、ビエンチャンの中の寺院では一番多いらしくて、パワースポットらしいです。なのでその寺院の近くにはああやってお参りする人用のものが売っています。お寺ばっかり見てるんですけど、フランス植民地だったので、こういうフレンチコロニアルな建物が時々出てきます。リングチューンっていうアイスクリーム屋さんはバンビエンでも行ったんですけど、ソフトクリーム安くて美味しいです。バンビエンは8000キープだったんですけど、ここでは1万キープです。でも安くて美味しいのでおすすめです。来ました、ワットシームラン。では私もここでパワーをもらいましょう。とりあえず中でお参りする前に周り一周します。ワットシーム湾の中に入ってきました。中は写真撮っちゃいけないので撮らなかったんですけど、参詣してる人結構たくさんいました。特に女の人。ずっとメコン川に一番近い道までダーッと歩いてきたんですけど、なんとスイカテーブルここにたくさんありましたよ。発見。これは王様の像です。右側は昨日ナイトマーケットがあった公園なんですけれども、こっちなんか今は使われていないマーケット的なものがここにあります。ほら見てください。昔多分きっとこっちでナイトマーケットとかあったんですよ。今は廃れてて何にもない感じです。ここもいい夕日スポットだと思います。ビエンチャンは残念ながらメコン川沿いっていうのがないです。ここが一番メコン川に近いです。昨日ここは夜ズンバやってたところですよ。これはラオ名物のラープというものなんですけど、前にも食べたのでもう一度違うお店で挑戦します。スティッキーライス頼んだらなんかチャーハンが来てしまった。このチキンラープはもち米と一緒に食べるのが伝統的な食べ方らしいです。お野菜もついてきたので、私はどちらかというとレタスに巻いて食べた方が美味しいかな。そこのスリーシスターズレストランっていうところで今ご飯食べました。ティプシーエレファントのバーがある通りは結構繁華街っぽい。メコン川のなんかナイトマーケットからこっち来るとずっとお店がたくさんありますよ。おはようございます。今朝の8時過ぎぐらいです。今日はこれから大仏公園ブッダパークというところに行きます。街からは離れててバスで1時間ぐらいらしいんですけど、ライドシェアで見たら25ドルぐらい片道かかるので、それは高いと思ってやっぱしちょっとバスで行きます。バス停がよくわかんないんですけど、とりあえず行ってみます。人のブログを見たのでそれで行きます。昨日ナイトマーケットがあったところ綺麗に、クリアされてます。朝8時ぐらいだとまだそんなに暑くないです。ナイトマーケットの通りの向かいにお寺があるんですけど、夜ライトされる外側にはこうやってゾウさんが並んでます。バス停に到着しました。ここで14番を見つけるんだと思うが、どうだろう。見つけた。あそこにちゃんと14ブッダパークって書いてある。 OK、 行きます。続々と人が降りていきます。今10時近いので約1時間かかってきました。バスはちょうど公園の目の前に止まってくれます。そしてバスに乗ってるなんか働いてるお姉さんもここだよって教えてくれます。ここがブダパークです。入園料は外国人は6万キープで、ラオの人は1万5000キープです。あ、お花が綺麗ですね。ほら、
ここにちゃんと順路が書いてあります。じゃあこの通り行ってみましょう。ブッダパークというだけあって大仏様、仏様たくさんいます。このブッダパークは1958年から作られ始めて1971年に完成したそうです。ビエンチャンからは約25キロのところにあって、今来た通りバスで1時間ぐらいでした。一応ああやって65とか番号振ってあるんですけど、全部で69あったと思います。ここはもう66とか出口に近い。はい、ここが出口です。目の前に見えるのがメコン川です。向こうはタイです。このブダパークなんですけど、まあゆっくり見ても1時間弱かな。バスの中に時刻表があって、多分10時50分に来るので、私はそれに乗って帰ります。あそこ公園の入り口なんですけど、向かいにこのバス停があります。ここから乗ってまた帰ります。無事にまたビエンチャンの街に戻ってきました。バスでブダパーク行くの9時のバスに乗って、今戻ってきて多分1時ぐらいなので半日で行けます。スタバもあったがハードロックカフェもありました。ハードロックカフェの前のあの電線見てください。すごいことになっている。こっちもつながってるの。ビエンチェンは首都だけだってやっぱりちょっとチェーン店ありますね。でもね、マクドナルドとかは見てないです。それからコーヒーショップが結構あって、アーモンドクロワッサンも置いてあるので、アーモンドクロワッサン好きの私にとってはとても嬉しいです。あ、日本食屋発見。ここは私の泊まっているホテルの近くの寺院です。表玄関から入ってみました。お寺とても色が鮮やかなので綺麗です。ラオスのお寺、青い空となんかコントラストがとてもいいです。今午後2時近いんですけど、めちゃくちゃ暑いです。炎天下ですよ。これ私今日ミニスカート履いてるんですけど、ふくらはぎが暑いです。確かに外あんまり誰も歩いてないですね。川に近い公園のところでやってるナイトマーケットは服とか雑貨が売ってんですけど、もっと川じゃない方に歩いてきたら食べ物のナイトマーケットを見つけました。果物売ってる。あ、ここすごいんですよ。このお寿司がすごい。お刺身売ってる。どうなんだろう。これ美味しそうだ。これナスだ。ここに座って食べるには一応お店が決まってるので、なんか頼めばいいみたいです。私はビールだけ頼んだ。で、このナスは向こうの屋台から買ってきました。これはでかいナスを広げて、その上にひき肉が乗ってる食べ物です。これで6万キープでした。これは何料理かよくわからん。ラオリーの料理なのかな、よくわかんないけど。この屋台で買って食べてみたんですけど、あんまり安いわけではないです。屋台ので持ってきたものを食べて、飲み物だけ頼んだらいいよっていうビールも普通のレストランより高かったです。だからまあ体験のためにしまったけど、普通のレストランに行って食べた方が綺麗だしお得かもしれない。おはようございます。今朝6時半ちょっと前です。今日はビエンチャンを出ます。そしてこれから空港に向かってパクセという南の町に行きます。初めて乗るラオスカイウェイで、パクセまで行きます。パクセまでは1時間半ぐらいで着きます。ビエンチャンはインターナショナルフライトもあるんですけど、私はパクセに行くので国内線です。で、今トイレに入ってたらなんか電気が消えて、今ちょっと停電らしいです。なのでコーヒーが頼めない。
町から空港までは車で10分から15分ぐらいで、ロカというライドシェアのアプリが使えるので、それで来ました。ビエンチャンはやっぱり首都で大きい都市なので、ライドシェアのアプリが使えてとても便利です。これからバス停です。あ、飛行機やっぱり小さい。やっぱり近いので小型機だ。ラオスカイウェイと言います。